こんにちは、M ハポネッサです。今回の動画は2022年にドミニカ共和国に行った時の動画になります。今回はアメリカ JFK 空港からサントドミンゴ空港に行きました。もともと私の主人はドミニカ共和国出身で、サントドミンゴ空港より車で40分ぐらいのところに実家があります。実は到着した日は雨がすごく道が洪水のようになっていました。そんな中、レンタカーを借りていて、主人は運転をしなくてはいけなくて、とっても運転のスキルを試されているようだと言っていました。ドミニカ共和国の移動手段はバス、バイクがメインになります。もちろん車を持っている方は車での移動になるのですが、ドミニカ共和国に住んでない私たちはレンタカーを毎回借りています。高速などは比較的運転しやすいと思いますが、バイクがあちらこちらから来るのでかなり注意が必要です。過去にバイクにぶつかったこともあるので、車の保険は必ずつけてください。翌日、主人の両親、親戚とサントドミンゴからプンタカーナまで車で3時間かけプンタカーナに行きました。人数も多かったため、初めて Airbnb を使いました。オールインクルーシブホテルの中にある部屋を借りましたが、私たちは食事とか飲み物とか含まれてなく、持ち込むか外に外食に行くかでした。部屋は3部屋あり、私たちは大人5人、子供2人で泊まりました。金額は1泊アメリカのドルで150ドルぐらいだったと思います。ここはリゾートだったこともあり、ホテルのチェックインカウンターでパスポートなどを提示し、リストバンドをもらいました。ただ、部屋の鍵は部屋の外にある鍵ボックスから暗証番号を入れて鍵をゲットしました。部屋の外にはジャグジーがついてますが、冷たくて温度を温めるのに時間がかかり入りませんでした。ここは庭から外に出るとプールが目の前にあり、左に歩けばビーチまで1分の距離でした。このビーチ沿いを歩いて数分のところにはイルカと触れられるところがありましたが、今回は行けませんでした。砂浜、プールで目いっぱい遊んだ後、少し子供が風邪をひいてしまい、近所のモールに行ってきました。日本と同じようにドミニカのモールにも子供が遊べるところがあり、値段はアメリカのドルで6ドルから8ドルぐらいでした。最近いろんなところに見かけるフードパークのこちらはインスタグラムで主人が見つけて、初めてこの時行ってみました。ラロマナは途中まではプンタカーナからサントドミンゴまでの帰り道ですが、途中から少し違う方向に行きます。だいたいプンタカーナからラロマナまでは車で1時間の距離になります。ここのスモークポークリブがとっても美味しいので、ぜひ行かれた際は食べてみてください。この場所は高速道路の上にあり、車休憩に子供が少し遊べるようにブランコ、おもちゃなどがありました。また、ここで一番記憶に残っているのは、この黄色色のトラックの中がトイレになっていて、まさかエアコンが効いているとは思っていなかったんですが、エアコンはガンガンで、トイレの中のデザインはすごく綺麗でした。ラロマナから主人の実家までは夕方の渋滞を入れて2時間半ぐらいかかりました。主人の実家は道路を挟んで目の前に野球場があり、子供も走って遊んでいました。残念なことに主人の実家の町にはまだ公園、大きいスーパーマーケットはなく、大きいスーパーマーケットに行きたいときは隣町まで車で15分かけて行きます。スーパーの横にはいくつかお店が隣接していて、ピザ屋さんがあり、ピザが出来上がるのを待ってる間、シーソーで遊べました。
でもこの時実は問題があり、一緒にいた友人がそこにいた人とお話をしていたら、店員さんが間違えてその人に私たちのピザを渡してしまいました。そこからまた20分以上私たちの新しいピザができるのを待ちました。翌日はサントドミンゴの中心にあるレストランにブランチをしに行きました。このレストランの内装もとても可愛い内装になっていました。ここで食べたサラダがとっても美味しくて、他の料理もあったので、このサラダはお持ち帰りして夜食べました。中心地のスーパーでお買い物の後はサントドミンゴのモールの中にあるプレイエリアで子供の体力を消耗して帰りました。ここで働いている若い子たちはしっかり見ていてくれたり、一緒に遊んでくれたりして、すごく楽しい時間が過ごせたようでした。サントドミンゴの中心地から車で20分も行けば眺めのいいビーチ沿いでご飯ができます。ただどうしても外でのご飯はたくさんのハエがやってきて、ハエと戦いながらのご飯になるのでとっても忙しいです。何か良いハエ対策を知っている方は教えてください。最後はホテル内の写真はないんですが、サントドミンゴのホテルに泊まり、プールで遊んだりと言いたいところですが、プールの水が冷たくてずっとジャグジーで遊んでいました。日焼けが大好きな私はゆっくり太陽の光を浴びれて大満足でした。夜は子供を主人の実家に預けて、久しぶりに2人でナイトライフを楽しみました。皆さん、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。